こんにちは、ヨギャの仲間です。今日はですね、大工の基礎を学ぶシリーズから、道具学のほうきとちりとりのお話をしたいと思っております。そしてご無沙汰しております。はい。ですね、ほうきとちりとりさんを最近買い替えたんですよ。なので、せっかくなら紹介しようかなというので、これを撮ってるという感じです。はい。僕が愛用しているのはこのほうきは鶴亀シリーズっていうやつで、これ赤ラベルとゴールド、シルバーとゴールドっていう3種類があるんですけど、で僕は金を使っています。で僕最初に買ったのはシルバー買ったんですよ。これ3本目なんですけど、シルバー買ってゴールド買って、また今回もゴールド買ったと。で多分シルバーの方がもうちょっと軽いんですよね。これすごい張りもあって履き心地もいいんですけど、ちょっと重たいと。もう履いてる時特にすごい取れるゴミの量が多いんで、その分ちょっと手にかかる負担も大きいというか、ちょっと重く感じるっていうのはですね、ちょっと欠点かなと思います。でもやっぱこのシルバーとゴールドがお店店頭に並んでるとなんか、ゴールドだなみたいなっていうふうに思っちゃうっていう感じですね。でお値段がですね3760円します。はい。でそれ別に僕これあまたにあるほうきを選び抜いて、中から選び抜いてこの1本ですとかって言ってるわけじゃなくて、これただ単に純粋に近所の金物さんに売ってるっていう感じなんですよね。近所の金物さんというか、このエリアで唯一手のこの目立てをしてくれるのこ刃物店がその隣町にあるんですけど、でそこで売ってるすごいいいほうきという感じですね。でそれでただ選んだっていうだけなんですけど、それがなんかすごい気に入っていて、でそののこ刃物店でお買い物をするっていうのは僕にとってはすごく重要というか意味があることなので、そこで売ってる素敵なほうきです。はい、でこれアマゾンでも売ってて、アマゾンで見ると評価めっちゃ悪いんですよ。レビューなんかこの穂先が抜けますとか重たいですみたいなのですごい評価悪いんですけど、僕は好きですという感じですね。でこれ好きな細かいんですけど、僕のですねこのほうきのですねかっこいいところがここの縫い目ですよね。この束感3つあって、ここがまた細かく束で結んであるっていう、この縫い方がまずかっこいいじゃないですか。でこれよく見るとこの中とかがここになんか太い芯みたいのが混じれてるんですよ、こういう風に。であとここもなんかまた結んであるし、ここもまた針金で結んであったりとか、そうあとなんかすごい太いやつとか混じってたりとかするんですよね。均一じゃないんですよ。この実がついてるなんかこれなんでしょうね、なんかこう稲の穂がついてるみたいなのとか混じってたりとかして、なんかそういうところがなんか天然素材だな、手織りなんだなっていう感じがして、僕はすごいかっこいいなと思うんですよ。でなんか天然素材で手織りですって手編みですって書いてあるんですけど、国産ですとは書いてないんですよ。だからもしかしたらそこはちょっと怪しいかもしれないですけど、外国で作られてるものなのかもしれないですけど、でもそれでもなんかこの人の手を感じるっていうか、なんかすごいいいなと思って愛用しています。これで僕が唯一気に入らないのがここなんですよね。ここなんでプラスチックっていうか、なんでビニール巻いてんのっていうのと、ここの先端のこの黒いプラスチックですよね。なんでこの天然素材でこのプラスチック巻くのかなみたいな感じで思って、でこれ僕が使ってるこの前まで使ってたこの同じ金なんですよ。まずこのビニールを速攻剥がすと。剥がしてこの黒い部分すぐ捨てるという。でこれでもうであとここ傷んでくるんですよね。やっぱりこの先端の部分って束ねてる部分が傷んできてここが取れてくるので、そういうところを銅線巻いてこう補強してあげると。あとこっち側はこれやっぱどうしてもたまに踏んじゃったりとかしてこれ割れるんですよね。でそれが割れが広がらないように銅線でギュッと縛り付けているという感じです。はい。でもこれ4年なんですよ。大体4年ぐらいなんですけど、4年使うとこんなに摩耗するんですよね。先端もこれぐらいか。これぐらい3センチぐらい短くなってると。摩耗し3センチ短くなってるし、全体的な量としてもだいぶ減ってますよね。でこれぐらいでもすごい使いやすいというか、逆に軽くていいかなっていうふうにも思ってるんですけど、せっかくちょっと大型機械の研磨に出す時がタイミングがあったので、ついでに買い替えたという感じです。だからもうこれからもうこれを速攻ビニール剥がしてですね、プラスチック剥がして、自分仕様に変えるというのがこれからという感じです。あとちりとりがですね、僕この普通の樹脂製のプラスチックのさっきいいだけプラスチック否定してきたのにプラスチックかよっていうのあるんですけど、でも便利なんでね、そのプラスチックの
ちりとり使ってるんです。これすごい便利なのがこれカチャって一体化するんですよ。これすごくないですか？発明じゃないですかこれ。もう大体ちりとりって迷子になるじゃないですか。どこ行ったみたいになるじゃないですか。これ一体化するんですよ。すごくないですか？めっちゃ便利っていう。まあなのでそれだけの理由でこれを使ってるっていう感じですね。浅いですよね。ちょっと入るゴミの量少ないなとは思うんですけど、まあでも別に問題ないなと思っております。はい。これは本当発明だなと思って、もう見た時ときめきましたね。はい。で、はい、という感じです。あとほうきでちょっと思うのが、ほうきを現場でこうやって立てて壁にこうやって立てかける人いるじゃないですか。いいんですけど別に自分の道具だから。でもそうやるとこの先端潰れるんですよね。でこう穂先が傷むっていうのでほうきの形が変わっちゃうっていうのでほうきが傷むんですよ。なのでできれば吊るしていただくか、なんかビスカなんか打ってこう吊るしてあげるか、地面に置いておいていただきたい。そうするとほうきが長持ちして使えますよという。僕のほうき使うのはいいけど、立てかけないでほしいなってたまに思うっていうはいとかってちょっと思ったりとかしています。あんまり言えないですけどね、人に俺のほうき立てかけないでくださいとか、あんまり細けえなみたいになったりとかするんで、言わないですけど、ちょっと心の中で立てかけないでほしいなってちょっと心の中で思ってるという感じです。はい、というので僕の愛用しているほうきですね。はい、いやいいですよね。はい、ということで、皆さんなんかこだわりの掃除道具などあったらぜひ教えていただきたいなというと、なんかおすすめのほうきとかあったら僕逆に聞いてみたいですね。なんかいや多分あまたにあるじゃないですか。あまたにあるのかな。あまたにあると思うんですよね。ピンキリだしほうきって。だからなんかいろいろ皆さんのおすすめのほうきとかですね、おすすめのちりとりなど、何かあったらぜひ教えてください。もうそもそもほうきとちりとりなんて時代遅れだよみたいな、もっとこんなのあるんだぜみたいなのあったらむしろ聞いてみたいという、はい、感じもしますけれども。はい、ということで、北海道もですねもうすっかり寒くなりました。今これ撮ってるのが、12月11日ということで、もう北海道は暗くなるの早いんですよね。もう4時って言ったらもう真っ暗ですから。いや言い過ぎか、5時って言ったらもう真っ暗ですから。はい、だんだん日が落ちるのも早くなって、もうそろそろお正月だなと思っております。でなんか年末年始のですねお休みを生かしてですね、また動画いくつか作りたいと思っておりますので、見ていただければと、なんかもしよかったらですね見ていただければと思っております。はい、ということで、今日はありがとうございました。